おすすめスポットを紹介するか。動画撮影の経験には乏しいが、やるからには完璧を目指そう。今日は貴様が僕の助手を務めるのだったな。足を引っ張るなよ、監督生。まずは今日の服を選びに行くぞ。企画に恥じない装いをしなければ。おお、これだけの服が並んでいると壮観だな。シャツにジャケットにスラックス。僕好みのデザインを取り揃えているではないか。かっちりした服装が好きなのか、だと？無論だ。若様の護衛たるもの、だらしない格好はできん。個人的にも身だしなみはきちんとしたい。背筋が伸びる気がするからな。おお、この黒いジャケットはなかなかいいじゃないか。監督生もそう思うだろう？確かに場面に応じた服を選べるか否かも人柄を推し量る要素の一つだからな。では選び直すか。季節感、春らしさを出すにはもっと花のある色が良さそうだな。ジャケットに合わせてインナーとボトム、それに小物も決める必要がある。のんびりしている時間はないぞ。いいものがあればすぐに提案しろ。わかったな、人間。さあ、着替え終わったぞ。似合っている。僕も同意見だ。たまには貴様の意見も役に立つ。この腰の布はティアードというデザインらしい。初めて身につけたが、いいアクセントになっている。髪も普段とは異なるセットにしてみた。あまり前髪を下ろすことはないから新鮮だな。映像に残すにふさわしい仕上がりになったと思う。よし、早速街に向かうぞ。街中はいつも騒がしいな。日中に活気づいているのはなんだか変な感じだ。僕が生まれ育った茨の谷は主に妖精族たちが暮らしている。彼らの多くは日が暮れてから起き出す。だから日中は静かなものだ。昼間から店が開いているのは人間が集まる地域ぐらいだろう。僕の父もそこで歯科医として働いている。魔法が使えない者もいるから生活を便利にするため、水や電気などの最低限のインフラはある。だが麓の町に比べると人も店も少ない。食料品や日用品を買うのに困ったことはないが、欲しい本を手に入れるにはしばらく時間を要した。今は学園の図書館も町の本屋も利用できる。趣味を満喫する上では悪くない環境だ。あれ？ワニちゃん、その赤いジャケット、洒落てんね。おお！急に声をかけてくるな、フロリダ先輩！リアクションでけえ。小エビちゃんもビビってんのウケる。その格好、もしかして例の撮影？貴様に教えるきりはない。行くぞ、監督生。厄介な奴に遭遇してどうなることかと思ったが、無事に着いたな。ここが目的地だ。へえ、靴屋か。ワニちゃんが靴好きとかちょっと意外。特段好きというわけではないが、身なりはつま先まで気を使っている。若様の従者として当然。貴様！なぜここにいる？なぜも何も、普通についてきただけ。どこに行くのか興味あったし。入り口はこじんまりだけど、中は結構広いんだね。あのスニーカーのデザイン変わってる。勝手についてきて勝手にいなくなった。この店は品揃えが多い。しばらく戻ってこないだろう。ローファーやスニーカーはもちろん、スポーツ用の靴の取り扱いもある。以前デュースと会った時は派手な色使いのスニーカーを試し履きしていたな。と
話し込んでいる場合ではない。早いところ撮影に取り掛かろう。あの人間が戻ってきたら面倒だ。急げ、監督生。今日は麓の町の靴屋を紹介する。入り口は少々分かりづらいところにあるが、この通り店内には奥行きがある。様々な種類の靴を取り揃えているぞ。例えばスニーカーだと、このスニーカー、ソールがクリアになってる。深海にいるナマコに超似てんだけど。おい貴様、撮影中だぞ。カメラと僕の間に入ってくるな。だからスニーカーの紹介してやってんじゃん。このデザインすっげえ面白くね？お、こっちはサンダルっぽい形。今の時期ならこっちが買いだと思うんだけど、ワニちゃんどう思う？無視だ。無視するぞ監督生。これ以上あの男に場を乱されてはたまったものじゃない。まあどう思っても俺には関係ねえんだけど。あ、こっちのハイカットの靴もいいな。でもこれだと俺には小さすぎるかも。バックヤードに別のサイズあるかな。おい、勝手に店の裏側に入るな。はっ、あまりにも信じがたい蛮行を目の当たりにしてつい声をかけてしまった。仕方ない。店員に声をかければいいだろう。サイズはもちろん足の形に合っているかどうかも細かく見てもらえる。この店の魅力は品揃えがいいことだけではない。優秀な店員が揃っているのだ。客の要望や歩き方の癖などを見定めて最も合う靴を提案してくれるサービスもあるぞ。へえ、詳しいじゃん。ふん、当然だろ。僕もここで作ってもらった靴があるからな。靴は紙と同じく身だしなみが最も現れる部分だ。手を抜いてはみっともない。つま先が剥がれていたり曇っていたり、そんな靴で立つなど言語道断。後ろに控えた時若様に恥をかかせるではないか。このローファーは僕が購入したものと同じ種類だ。カビではないが洗練された形だろう。手入れにはこちらのクリームを使うといい。靴と一緒に購入することをお勧めする。他にも邪魔をされ続けて全くうまく撮れなかったではないか。もう一度撮り直しを。ん？いい映像になっているだと？確かに結果的に説明がスムーズになっている。フロイド先輩が割り込んできた時にはどうなることかと思ったが、怪我の巧妙というやつだな。よかったね、ワニちゃん。先輩にしっかり感謝しないよ。誰がするか。まったく旗迷惑なことこの上ない。はいはい。っていうか見てこのサンダル。すっげえかっこいいっしょ。知るか。まあ悪くないとは思うが。さっき見てたやつ以外にも色々出してきてくれてさ、履きやすくて気に入ったから買っちゃった。ダサいとかきついとか言うとすぐに違うの持ってきてさ、ワニちゃんのお気に入りの店なのも納得かも。ああ、その意見については同意する。あの店主は人間にしては良い助言をするからな。僕も初めてこの店に訪れた時、彼のおかげで上等な靴を購入できた。それ以降はこの店をひいきにしている。良い店は評価されて叱るべきだからな。だから今回紹介するに至ったわけだ。何はともあれ、これで撮影終了だな。今度は客として足を運んでやらねば。疲れたのかだと？わざわざ僕に聞くまでもないだろう。何せワニちゃんについてったおかげでいい買い物できたし、ケーキまで食えるとかラッキー。まさかフロイド先輩がここまでついてくるとは。まあいい、特製ケーキをもらうぞ。これはイチゴタルトか。果肉がみずみずしくて目にも鮮やかだ。
速いただくとしよう。口の中に広がる芳醇な甘みとイチゴの香り、美味だ。おめでとう。じゃあ俺もケーキ食べようっと。とりあえず、あ、それうまそうじゃん。まったく遠慮も何もあったものではないが、慣れない撮影とは別の理由で疲労困憊だ。まあいい、監督生も食べろ。お前のおかげで無事に撮影が終わった。感謝している。思いがけずとても賑やかな誕生日になった。今年も実り多き一年になるよう精進しよう。